お待たせしました。後半戦です。前半では AI がどういう物語を作り上げるのか見てきましたが、まだまだ続きますよ。最初の指示以外、編集はしていません。それでは、早速続きを見ていきましょう。不始終小さな選択、大きな影響。夜が明け、新しい日が生まれるとともに、5人は再びのび太の部屋で集まった。窓の外には、春の訪れを告げるような新緑が眩しい光を放っていた。ドラえもんが言った。皆さん、今日は小さな選択、大きな影響について話したいと思います。なんだ、また哲学的な話か？ジャイアンがいたずらっぽい笑みで言った。ドラえもんはにっこりと笑いながら、テーブルの上に石と水滴を配置した。これが哲学ではなく、実際の力学です。見てください。水滴が石に落ちると、水面は波紋を作った。それが次第に広がり、最終ジェオックには水面全体が揺れ動いた。一滴の水が、結局は全体に影響を与える。同じように、皆さんの一つ一つの小さな選択が、将来に大きな影響を与えるのです。スネ夫は金のネクタイピンを調整しながら言った。確かに、僕が今、このネクタイピンを選んだことで、今後のビジネスチャンスが変わるかもしれないし。静香ちゃんが深く考え込んでいるようだった。それなら、私が使う化粧品や料理の材料を選ぶことも、私自身や他人、さらには地球に影響を与えるのね。のび太は気づいた。じゃあ、僕がいじめっ子に立ち向かうか逃げるかの選択も、将来僕がどうなるかに影響するんだ。ドラえもんは満足そうにうなずいた。正確にその通りです。そして、その選択は皆さんだけでなく、周りの人々や環境にも影響を与えます。静香ちゃんが穏やかな声で締めくくった。私たちがしている小さな選択が大きな力になる。だから、その一つ一つを大切にしたい。ドラえもんは石と水滴を再び手に取った。未来は皆さんがこれから選ぶ多くの水滴で形作られます。それがどのような波紋を作るかは、皆さん次第です。5人はその言葉に重みを感じ、小さな選択が持つ大きな力に改めて気づいた。そして、それぞれの心に新たな決意の水滴が、静かに落ちるのを感じた。不死11環境への責任。日差しが穏やかな午後、のび太の部屋に、科学雑誌と生態学の教科書が広がっていた。ドラえもんはまるで詩人か哲学者のように、手を組んで天井を見上げた。未来が明るいものになるためには、自分自身だけでなく、環境に対する責任も必要です。環境って、具体的には、スネ夫がカシミヤのセーターの袖を調整しながら質問した。ドラえもんは未来の洗濯ゴーグルを取り出し、画面に海の底の映像を映し出した。美しいサンゴ礁、鮮やかな魚たち、そして透明な水。しかし、次の瞬間、ゴーグルの映像は急速に変わり、サンゴ礁は白く死んでしまい、魚たちは姿を消していた。これが温暖化の影響です。人々の日々の選択、例えば化石燃料の過度な使用や、プラスチックの無秩序な廃棄が、すべてがつながっています。静香ちゃんはひとしきりの沈黙の後、言った。だから、私たちがすること一つ一つが、地球に与える影響を考えなければならないわね。ジャイアンがギターを軽くかき鳴らしてから言った。力を持ってると思ってたけど、それは地球を守る力にも使えるんだな。のび太は靴下を履き直しながら言った。それなら、僕もエネルギーを無駄にしないようにしたり、ゴミを分別したりすることから始めよう。ドラえもんが微笑みながらまとめた。皆さんが選ぶ未来は、人類全体と地球が共有する未来でもあります。だからこそ、小さな行動が大きな波紋を生む。未来は皆さんの手の中にあります。5人は緊張感を帯びた空気の中で、環境への責任という新たな認識を深めた。その後、それぞれが環境に優しい選択をするための誓いを立て、心の中で未来の明るいビジョンを書いた。そして、そのビジョンがやがて現実になることを信じて、部屋を後にした。不死12社会的課題と対峙。翌週、学校の校庭で特別な集会が開かれた。
多くの生徒や教師が集まり、校内で続いているいじめやジェンダー不平等についてのディスカッションが行われていた。しずかちゃん、ジャイアン、スネ夫、そしてのび太も、ドラえもんと一緒にその場にいた。ドラえもんが言った、未来を良くするためには、現実と対峙する必要があります。その現実には、時に不快なものも含まれる。ジャイアンが、レザーのジャケットのポケットから手を出していった。不快なもの、っていうのは、力を行使してでも解決しなきゃいけないのか。ドラえもんは目を細めながら答えた。力は一つの手段ですが、その背後には誤解や無知が隠れていることも多い。解決のためには、理解と共感が必要です。しずかちゃんが、淡いピンクのスカートを掴んで一つ深呼吸をした。女性が社会で平等に生きるためには、どうすればいいのかな。のび太は思わず口を挟んだ。そうだよね、それは僕たち全員の問題だ。いじめや不平等が続いてる限り、未来は明るくない。スネ夫は、金色の腕時計をちらりと見てから言った。じゃあ、これからは金や権力を持ってる人も、持ってない人も、平等に扱われるように、自分自身が変わるしかないんだな。ドラえもんが最後に付け加えた。そしてその変化は、ここから始まる。未来は選択の連続です。その一つ一つが、社会を形成する建築ブロックです。4人は目を合わせ、互いに黙ってうなずいた。それぞれが持つ社会的課題に対する新たな視点と、その解決に向けた決意を心の中で固めた。そして、誰もが感じた一つの確信、それは、この問題が解決しない限り、未来は決して明るくならない、ということだった。集会が終わると、彼らは教室へ戻り、ドラえもんは一言、静かに言った。未来は今、ここで形成されています。それが、新たな未来への第一歩であった。不四十三内なる変化。数週間後、秋の空が金色に染まる中、のび太たちはそれぞれの変化に気づき始めた。学校でも、その変化は徐々に明らかになっていた。いじめは少なくなり、ジェンダー不平等も話題にされるようになった。でも、何よりも顕著だったのは、彼ら自身の内なる変化だった。最近、物事を深く考えるようになったな。ジャイアンが、自分の強さをどう生かすかについて、ドラえもんと話をしていた。ドラえもんは静かに微笑んだ。力は武器にもなれば、盾にもなる。しかし、何よりも大切なのは、その力をどう使うかです。スネ夫はその場にいて、今まで当たり前に思っていた富や成功について考え直していた。確かに、金は大切だけど、それだけじゃないよな。しずかちゃんは、スケッチブックに新しいデザインを描きながら、将来について考えていた。私も、女性としての生き方、そして他人とどう向き合うか、考えなくちゃ。そして、のび太は、これまで避けていた課題に立ち向かう勇気を持ち始めた。僕、もっと人を理解する努力をしなきゃ。そして、自分自身も、だよ。ドラえもんがみんなに言った。選択とは、自分自身を形成する石ころです。それが集まって、人生という山を築きます。そしてその山は、常に動き続ける川のように変化していくのです。4人は、その言葉を聞いて、新たな認識と自覚に到達した。それはまるで、暗い森を歩いている最中に見つけた光明のようなものだった。一つ一つの選択が大きな差を生むと感じるとともに、その選択を通して自分自身がどれほど成長できるかを実感したのだ。そして、その夕方、金色の夕日が水平線に触れる瞬間、のび太たちは心の中で決意を新たにした。この内なる変化は、未来を作るための、かけがえのない第一歩だと。不四十四再び未来を見る。季節は深まり、冬の初霜が空気を噛み締める。4人は再び、ドラえもんの未来の選択ゴーグルを手にした。今度の未来は、前回とはどれほど違うのか。期待と不安で胸が高鳴る。よし、みんな、一緒に未来を見よう。ドラえもんの声が、部屋の隅々まで響き渡った。ゴーグルをかけると、未来の風景が彼らの目の前に広がった。
先ほどまでの薄暗い冬の日々は明るい春の日差しに変わっていた。見て、見て。この街、すごく綺麗になってる。のび太が声を上げた。静香ちゃんもにっこりと笑い、スケッチブックに書かれた未来の自分を見つめていた。それは、環境に配慮したファッションブランドを立ち上げ、多くの女性を元気づけるデザイナーだった。ジャイアンは、力を正しく使い、子供たちに音楽と希望を教える人になっていた。そして、スネ夫は、贅沢な暮らしを手に入れる代わりに、社会貢献に力を入れるビジネスマンになっていた。君たちが選んだこの未来は、一つ一つの小さな選択から生まれたんですよ。ドラえもんが微笑みながら言った。選択とは、一枚の絵のようなもの。一筆一筆が未来の風景を描いていく。しかし、その一筆一筆は決して消えることのない永遠の色彩を帯びています。のび太たちは、その言葉に深くうなずいた。確かに、選択とは未来を描く大事な一筆だと改めて感じた。そして、その一筆にどれだけの愛と誠実さを込められるか。それが、真の成長と未来への扉を開く鍵だと実感したのだった。冷たい冬の空気が、暖かな希望で満たされていく。4人は、これからの選択によって、どれほど美しい未来が待っているのかを知った。そして、その未来が今、すぐそこにあることを強く信じた。不四十五哲学的な洞察。部屋に静寂が訪れた。4人の未来が彼ら自身の選択によって明るく書かれたことに、みんなは感慨深いものを感じていた。その瞬間、ドラえもんが深く呼吸をして、口を開いた。選択とは、ある意味で宇宙そのもの。ドラえもんが言った。一つ一つの選択は、無数の星座を形成し、それがまた大きな宇宙を作り上げる。宇宙？のび太が疑問に思いながら尋ねた。そうだ、宇宙。ドラえもんは神秘的な微笑みを浮かべた。私たちの選択は、まるで星々が形成する星座のようなもの。一つ一つは小さくても、全体としては美しい絵を形成する。そしてその星座は、宇宙の摂理、すなわちすべての存在の理由とつながっている。静香ちゃんが水彩画のような表情で言った。それは、私たちの選択が他人や未来、そして地球に与える影響を意味するのでしょうか。まさにその通り、ドラえもんは語った。人それぞれの選択は、繊細なバランスを持ちながら、全体の調和を形成する。それが美しい未来、理想的な世界を作り上げる。ジャイアンが力強く握った拳を見つめながら言った。力を持つことは、それをどう使うかによって、天使にも悪魔にもなる。選択は、その使い方を決める鍵だ。スネ夫は豪華な時計を指でなぞりながら考えた。時間は限られている。だからこそ、その一瞬一瞬で何を選ぶかが重要だ。選択の連鎖が、最終的には運命を形作る。そして運命は、個々の選択によって塗り替えられる。ドラえもんは最後にそのように言い、部屋には再び静寂が広がった。だがその静寂は、新たな理解と希望に満ちていた。選択とは、その重さと美しさを同時に感じ取る哲学的な瞬間だと、彼らは心の底で理解したのだった。節16エピローグ、日が暮れて、室内の窓からは深紫と金色に染まった空が見えた。それは変わることのない自然の美と、変えることの可能な人間の選択が共存する象徴のようだった。ありがとう、ドラえもん。このゴーグルを使って、私たちは多くのことを考え、多くのことを学びました。のび太が感謝の気持ちを込めて言った。ドラえもんは優しく笑い、その猫型の顔には無数の星座が映っているように見えた。選択の重要性を理解することで、君たちはすでに一つの大きな選択をした。それが未来を明るく照らす灯となることでしょう。静香ちゃん、ジャイアン、スネ夫も同意するようにうなずいた。それぞれが心の中で、新たな選択と未来に思いを馳せていた。さあ、新しい未来が君たちを待っている。ドラえもんが言いながら、ポケットから取り出した小さな道具で、時空を歪ませ、未来への扉を開いた。未来は決して遠くない。
ただ一歩踏み出す勇気があれば、新しい世界はすぐそこにある。その言葉とともに、4人は未来へと一歩を踏み出した。そして、扉が閉じる瞬間、ドラえもんは静かにつぶやいた。選択とは、その本質で決して単純なものではない。しかし、その単純な一歩が、最も複雑で美しい未来を築く。閉じる扉の向こうには、選択によって織りなす未来の多彩な布が広がっていた。そして、読者自身もその布の一部であり、選択の連鎖によって未来が形作られていくことを、心に留めた。最後に、選択の重要性は、あなた自身にも問いかけています。一体、どんな未来を選びますか？それは、あなた自身の手にかかっています。これで AI によるドラえもんの世界の探索は終わりです。いかがでしたか？面白かったでしょうか？ AI が本物に近づけるかどうか、皆さんの感想をコメントで教えてください。気に入ったら、高評価とチャンネル登録を忘れずに、次回の動画もお楽しみに。